はいどうもちーです。今日は名車再生計画中のロードスターを少しだけ進めていこうと思います。今回本当はね、パート3ということでエンジン関係の消耗品を交換して整備をしていくようにしていたんですけども、その前に準備を兼ねてエンジンルームを清掃することにしていて、清掃と整備を一緒に撮って一つの動画にする予定だったんですが、清掃の尺が長くなってしまったのでパート 2.5 ということでエンジンルームのクリーニングをやっていこうと思います。エンジンルームのね、現状はこんな感じで、泥汚れや油で何年も放置されていたようでかなり汚れてます。使用する道具は適当なスポンジに Amazon で買ったお化粧用とかにも使える先の柔らかい大小のブラシ、あとは歯ブラシとか。ボトルスプレーに入っている洗剤はオイルやグリスの油落としに良いとされているアルカリ性のエンジンクリーナーを水で3倍ほどに薄めたもの。もし DIY でやる人は台所用の洗剤とかで、中性とか弱アルカリ性とかいくらでも売られているので、そんなものでも代用できると思います。まずはカールトップの下のスペースに落ち葉や泥汚れが溜まっているので掃除機で取り除いておきます。その後にエンジンルームを大量の水で洗い流しながら清掃していくんですけども、あくまでこの清掃方法は決して人に勧めるためのハウツー的なものではなくて、我がロードスターがね、プチレストは整備前提で進めていっているので、このような方法をとってます。水洗いでもちゃんとポイントを押さえて、水がかかればトラブルになる可能性のところはビニールなどで保護してあげればトラブルもなくきれいにすることはできます。このような高圧洗浄機を使うときはいつも雨がかかるところやボディのパネル面とかではそこそこ至近距離でやってもいいんですけど、電装品系やハーネスのコネクター部分、オイル系ブレーキのリザーブタンクとかパワーステのタンクとかはそこまで至近距離からやってしまうと水分が入ってしまうため、すぐにはねトラブルにはならないこともあるんですけど、数日最悪何年後かにねトラブルになることもあるので、そのあたりは気をつけて少し遠目からやっていきます。ある程度高圧洗浄機で汚れが落とし終わったんで、水が乾かないうちに洗剤をかけてスポンジでこすり汚れを落としていきます。洗剤の濃度が濃すぎたりボディに洗剤がついて乾いてしまった時にはシミになって取れなくなってしまうので、といっても外装はね塗装し直すのでいいっちゃいいんですけども、汚れをこすり落としたらシミにならないようにこまめに水をかけて流していきます。このスポンジを使ってこすっていく方法では細かいところや手が入らないところもあるので、平面部分の手の入るところを重点的に洗っていきます。狭いところを結構攻めていくといろんな突起部分があったりとかして手が血だらけになりながらやることもあるんですけども、ロードスターはそこまでエンジンルームに部品が詰まっている感じでもないので今回は大丈夫でした。一通り汚れが落とせたんで水をかけて洗い流していきます。それでは今度化粧ブラシに持ち替えて細かい凹凸のある手の入らないところの汚れを落としていきます。やり方はさっきと同じで洗剤をかけて乾かないうちにこさげて水を流す、これの繰り返し。ブラシを使うときは何ていうのか部品の目に沿ってブラシを動かすんですけども、ボルトとかではね円を描くように、リブのある部品ではリブに沿って、歯磨きに例えると縦磨きって感じ、そんな感じですね。あと手の届かなかったカウルトップの奥まったところとかタイヤハウスの奥まったところ、ブラシも短いものと長いものがあるので場所によって持ち替えてやっていきます。もっと小ぶりなやつとか長さとか汚れ具合や場所によってブラシの硬さとか、使い分けていろんな種類のものがあればもっと隅々まで綺麗にはできるんですけども、そこまでやると費用もかかるし時間もかかるし、何よりそこまで神経質ではないのでそこそこで仕上げていきます。いい意味で適当っていうことでやっていきます。どうでもいい話なんですが、適当っていう言葉がウッチーは好きで、適当って聞くと普通はねいい加減にほどほどにっていう意味に聞こえるんですけども、適切に当てはまるまたはね適切に当てはめる、型にとらわれずその人の主観で判断する、勝手にという言葉はねそういう意味として捉えてるんですが、とてもいい言葉だと思います。はい、それでは洗剤が乾かないうちに洗い流していきます。化粧ブラシが終わったんで、今度は化粧ブラシから歯ブラシや適当なブラシを使ってもう少し細かいところまで汚れを落としていきます。化
粧ブラシよりブラシの先が硬い歯ブラシなどの方が対象物のリブや奥まったところの汚れを隅々まで落とすことができます。先の硬いブラシは清掃する相手の塗装面などを傷つけてしまうために、どう見ても傷が入らないだろうというところ、このようなゴムやヘッドカバーなどの金属面、ヘッドカバーはアルミ製なんで、鏡面仕上げしているようなものとかでは簡単に傷が入ってしまうんで、こいつはどう見てもその類のものではないのでガシガシと磨きます。磨き終われば流していきます。ここまでやる必要はないんですけども、なんかね、やればスッキリする感じがするので、得意のケルヒャーさんで残ったかもしれない洗剤を落としていきます。結構ボディにも洗剤が飛んでいるので、車体全体を流して全てを無に返して、とりあえず清掃作業は終了です。ケルヒャー後は自然乾燥で少し乾かして清掃具合を確認。ある程度自然乾燥後にエンジンをかけてエンジンルームに熱を加えつつも、さらにブロアファンをスイッチをオン、エアコンのスイッチをオンにすることでコンデンサーファンを強制的に作動させることができるので、エンジンルームの換気を良くして乾燥させることができます。その後にエアガンを使ってエンジンルームに残った水気を飛ばします。基本的にオーソドックスな洗車と同じで、エンジン上部から下へ向かって飛ばしていきます。この時は細かいところまでは気にせずに、エンジンとか各パーツをさらっと飛ばして、表面部分はエンジンの熱で乾燥させる感じ。電装系の部分、特にカプラの部分は念入りに飛ばします。カプラのところは防水仕様にはなってはいるんですけども、配線や防水ゴムなどが劣化などで水が入ってしまうと、緑青という青サビが出て、数ヶ月後、数年経つと接触不良を起こしてめんどくさいことになってしまいます。それと分かってはいたんですが、プラグホールのところ、あまり水をかけないようにはしていたんですけども、びしゃびしゃになってます。思った以上に水が入っていて、このままではプラグコードからの点火火花がリークして、コードにね、目に見えない穴が開いてエンジン不調になってしまうことがあります。一応プラグとコードは交換するつもりなんで、なんだかんだそこまでは気にしてないです。乾燥後使っていくのは、リンレイというメーカーの水垢一発という商品。こいつなんですが、めちゃめちゃ優秀で、石油系溶剤と細かいコンパウンドは入っているんですけども、塗装をね、そこまで傷めず、汚れを落としつつも傷も落としつつ、ワックスをかけることができるので、とても優れものです。ボディ全体も電動ポリッシャーとかで磨けば、新車同様とは言いませんけども、かなりツヤペカに仕上げることができます。ホワイト用とメタリック用があるので、興味のある方は試してみてください。塗装面を磨いた後、普通の固形ワックスと同じで白く乾燥するので、乾いた綺麗なウエスやタオルで拭き上げるといい感じになります。細かいところは手が入りにくいんですけども、結構奥まで攻めるといいツヤが出るんで、自己満には浸れると思います。さっきも言ったようにワックス成分があるので、こんなカウルトップの特にね、雨水が流れるところに使うと水の流れが良くなるので、ゴミなどが溜まりにくくなって錆とかも出にくくなると思います。塗装面の艶出しが終わったので、今度使っていくやつはクレのクレポリメイト、ゴミやプラスチック部品の保護や、艶出し剤ですね。これのナチュラルタイプの分でクリアに比べると艶が控えめで、ダッシュボードとかタイヤ、クロームメッキとかにも使えるそうなんですけども、室内の内張りに使うとあまりツヤツヤにならず、ガラスに反射して前が見にくくなることもないので、クリアよりこっちのナチュラルタイプの方がおすすめです。画像ではね、直接部品に吹き付けてスポンジで塗り広げてるんですけど、本来はね、塗装面には使えないということになっていて、液がベルトとかにかかると滑ってベルト泣きが出てしまうので、スポンジに吹き付けてやる方がいいとは思います。それでもエンジンルーム内のね、塗装部分にやるくらいならパッと見綺麗になるし、別に塗装が傷むわけでもなさそうなので、ガンガンと塗っていきます。塗り終わった後はまたも綺麗なウエスで空拭きです。割とエンジンルームを掃除する人で、このクレポリメイトではないんですけども、スプレー式のやつとか使ったりとかするんですけど、液を吹きつけるだけで吹きつけて放置している方がいるんですよね。液を塗った時はツヤが出て綺麗になったようには見えるんですけども、多く残った液にホコリやゴミ、またね、小さい虫とかがくっついてすぐ汚くなってしまうんで、よく乾いたウエスで空拭きします。すべて空拭きが終わった仕上がりはこんな感じ。あまりうちはね、豆ではないのでざっとやった感じなんですが、結構いい感じに仕上がりました。
細かいところを見ていくと、どうしてもゴムやプラスチックの劣化があって完璧とは言いませんけども、次回のねエンジン整備編では消耗品のゴムホースとか、あともろもろ交換していく予定なので、もう少しは綺麗になると思います。整備編はねまだ撮影もまだだし、今はまだそこまでやる気が出てないので、年明けくらいにはアップできればいいかなという感じです。続きが気になる方はぜひチャンネル登録お願いします。